フェルトを固める技術と狙った大きさを作ることができる。その技術さえあったら、猫だろうが犬だろうが何でも作れるの。だけどそれがうまく作れないっていうのは技術じゃなくて、そもそもイメージできてないから。というわけで、うちの絵心ない奥さんがいきなりお題振られていくとこれになるの。で、これはイメージができないから当然書くことができないね。お疲れ様です。羊毛フェルトうちの子オーダー専門店虹玉屋の北川です。このチャンネルはリアルな作品の作り方とかね、作家として食べていきたい人のためにそういったね、ヒントになるような情報をお届けしているチャンネルです。ぜひね、チャンネル登録お願いします。はい、お疲れ様です。西玉屋の北川です。今日のテーマは、技術よりもイメージ力の方が大事なんだよっていう話を実験を兼ねて解説していきたいと思います。で、本題に入る前にちょっとね、予告をしておきます。新しく始めたね、メンバーシップの方で、この生地白を作ってみようっていうね、レッスン動画が流れています。で、新たにこの柴犬を作ってみようっていう動画を新しくリリースします。なので、今メンバーになるとこの2つの作り方が学べるようになります。で、次に今作ってるのはこの生地白の体を作ってみようっていうとこね、お座りのね、作り方をね、解説動画を来月末にはね、上げる予定です。で、引き続きね、この柴犬の体の作り方も上げていきます。で、この顔の作り方は数日後には出そうかなと思います。はい、そのところです。で、今日の本題に入るんだけども、その技術ばっかりみんなこう練習してるんだけれども、それよりも大事なのね、イメージ力なの。イメージできないことは絶対に作れないから形にできない。で、みんな分かってるようでそこを分かってなくて、一生懸命この作ることばっかりをやるんだけども、みんなそんな作る時間はそんなに持てないじゃない。やっぱり忙しいからね。まあね、仕事してる人もいるだろうしね。育児をやってる人もいるだろうしね。親御さん見てる人もいるかもしれない。とにかくなかなかね、家事をやりながら自分でこう練習の時間ってなかなか作れないのね。だけど、そんな時でもこのイメージする力っていうのは鍛えることができるから、ぜひね、鍛えてほしいね。フェルトを固める技術と狙った大きさを作ることができる。その技術さえあったら、猫だろうが犬だろうが何でも作れるの。だけどそれがうまく作れないっていうのは、何がダメかって言ったら技術じゃなくて、そもそもイメージできてないから。これめちゃくちゃ重要だからね。というわけで今日はね、実証を兼ねてね、解説したいと思います。で、この動画を見てるみんなも今ね、手元にペンと紙を用意してください。で、一緒に僕がこれから言うお題を何も見ないで書いてみてください。イメージができていることによってどうなるかっていうことを教えていきます。ではね、今から僕の奥さんに何も言ってないんだけど、いきなり呼んで絵を描いてもらいます。うちの奥さんね、絵全然得意じゃないです。むしろ絵心ない方です。で、その彼女が突然お題を振られて、絵を描いたらどんな絵ができるか。つまり、イメージが全くできてない状態で絵を描くと何が出来上がるか。で、これは画面を見てるみんなも同じようにやってください。僕がお題を出すんで、それを何も絶対見ないで描いてください。できるとこまで。で、僕がその後正解を書くので、それを見て、で、イメージしてからもう一回書く練習をする。それを何度か繰り返して、今度また同じように何も見ないで書いてみるとどうなるかっていうこと。このイメージできてるかできてないかで結果がめちゃくちゃ変わるんでね。というわけで今から奥さんを呼んで絵を描いてもらおうと思います。はい。はい、それじゃあね、これから奥さんにちょっとお題を出してね、突然いきなりなんだけどね、絵を描いてもらいます。じゃあね、ジャイアン描いて、ジャイアン。うちの奥さん、絵はね、全然得意じゃないです。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いい感じじゃない？いいよ。これ画面のみんなもちゃんとこの自分で書いてね、何も見ずに。悪くないんじゃない？イメージしてることがどれだけ形にできるかだから、いいよ、どんどん書いてって。自分のイメージを書けばいいのかな。うわ、みんな笑っちゃダメだよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。大丈夫。これジャイアン。でもまあ、ジャイアンはい。というわけで、うちの絵心ない奥さんがいきなりお題振られて、ジャイアン書くとこれになるの。で、これは何ができてないかっていうと、イメージができてないから当然書くことができないね。じゃあ、イメージできている僕がこれから書くとどうなるかというのを今からね、やっていくね。ちょっと撮ってね。
こんな感じ。ジャイアン。オッケー？取った？すごい。ちょっと違うんだけど、でもまあポイントはね、ずれてはいないんだよね。輪郭はおおむね合ってるし、鼻の形が丸いっていうのはなんとなくイメージに持ってるの。で、目の形も OK ね。で、髪もまあまあ合ってるんだけど、でも若干違うよね。で、これを今から短時間でイメージを持ってもらいます。解説しながらイメージしてね。輪郭は合ってんだけど、ここの幅を下の方を大きく描いてあげる。こういう風に。OK？ 下膨れな感じ。口は OK だから、もっと大きく、こう全体使うような感じで描いてあげるね。まあ舌はどうでもいいんだけど。で、鼻はもっと大きく、アンパンみたいに描いてあげる。ダイナミックに。OK？ で、目も合ってるんだけど、まあちょっとあんな感じ、怒ってるような感じ。片っぽ目つぶってる感じでいいから、やるでしょ？で、眉毛は、グリングリンってこう、くるんって回すだけ。この目にくっつけるようにして。OK？ で、あとは、こうパーマかかっちゃってるから、パーマじゃなくて、ギザギザ。で、あとは OK で、耳には作り方は OK。で、あとはあんまり大きくしないで、平らな感じにしてあげる。OK？ というわけで、じゃあ、このジャイアンを消して、はい、もう一回。そう、だいたい、なんとなく今のイメージでいいよ。口を大きく。だいぶ違うけど、さっきよりはジャイアンには近づいたよね。というわけで、これがもう少し時間かけてイメージつけるとよくて、もう一回書いて。今度ガイドしながら言うから書いて。まず輪郭書いて。下膨れ。そう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 。はい、オッケーオッケー。で、口書いて。口はさっきと同じ。そう、それぐらい。そうそうそう。下書いてあげて。そう。で、口の上に鼻。口からちょっと外して。もっと上に。その辺におまんじゅう書いて、鼻の下にぼっこ書いて、ちょっとだけ。そう。で、目玉書いて。はい。で、片方つぶってる感じ。そう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 。で、眉毛グリーン。そう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 。で、一応黒目描いてあげて。そう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 。で、あと、おでこギザギザ。髪長いな。耳描いて。うん。まあまあいいでしょ。で、頭を大きくしすぎだからもう、角刈りに近いぐらいぺったらこく。そうそう。膨らますね。そう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 。それでまっすぐ下ろす。はいはいはい。そうそう。だいぶジャイアンっぽくなったよね。ここはハゲてるけどね。でも、今のでジャイアン描けるようになったでしょ、これでだいぶイメージがついたから描けるようになっているっていうところ。はい。でね、今この絵は僕が横で説明しながら一緒に同時に描いたら、こんだけ描けるようになってるの。すごいでしょ？で、これでかなりイメージついたでしょ、今。じゃあ次、これを消して、もう一回一から描いてみる。はい、それじゃあね、今1回ね、練習しました。それでだいぶイメージが膨らんだので、じゃあもう一回ね、今度何もなしでまた描いてみます。はい。はい。まあいいでしょ、まあいいでしょ。でも、だいぶジャイアンになったよね。かなりジャイアンになってる。イメージができるようになると、今この短時間だからね、それでこれができるのは、すごいイメージ力の力っていうところです。はい。というわけでね、しっかりと覚えようと思って、一回イメージしようとすると、この短時間でも、あれだけ書けるようになるのね。だからもう、イメージの力っていうのはものすごいでかいの。で、そもそもそのイメージができてなかったら、じゃあ立体的なジャイアン作ってって最初のイメージで作ったら、全然違うものが出来上がるのは想像できるよね。だけど、イメージ力をアップして、絵に起こして描けるまでイメージができてたら、多分かなり近いものは作れると思う。みんなもそれが起きてるのね。猫を作るときに、なんだかヒゲ袋がすごい大きくなるとかね。猫作ったんだけど目がすごいちっちゃいとかさ、犬作ったんだけどなんか鼻がすごい大きいとかさ、どこかしらおかしくなるじゃない。それは全てこのイメージができてない。完成形のイメージができてないものは絶対に作れないから。というわけで、みんなね、それぞれ時間ない中で、なんとかさ、練習時間を確保してやってるんだけども、その貴重な練習時間をむやみやたらに手を動かすんではなくて、動かすことも大事なんだけども、時間のない時にちょっとね、猫の動画見たりとかさ、自宅に猫や犬がいるんだったらよく観察したりしてさ、自分の中のイメージアップを図ってみる。そうすることで、フェルトを固める技術を持っているみんなだったら、それなりの形ができるから。形ができないのは全てこれだからね。はい。というわけで
わけで、この絵を描く練習っていうのは、イメージアップを図る練習にはなるから、ぜひね、隙間時間でやってみるといいよ。お子さんいる人なんかはね、やりやすいんじゃないかな。バイキンマン描いてみようなんて言って遊んだりするのもね、すごいトレーニングになるから、いいんじゃないかなって思います。はい。最後にね、柴犬の予告動画みたいなのね、流して終わろうと思います。はい。じゃあ、スネを描いてみて。横向きまさかの横向き。いいよ、いいよ。どうでしょう、こんな感じでリアルな柴犬。ぜひね、チャレンジしてみてください。はい、続きはですね、メンバーシップ北川さんの羊毛フェルト教室の方で見ることができます。メンバーになってもらうと、今見たようなメンバー限定のレッスン動画を見られるだけでなくですね、なんとメンバーは毎月1回僕から作品の無料添削を受けることができます。その他にもメンバー限定の特典として虹玉屋のアイシートが特別価格で買うことができます。また、限定ライブを行ったり、メンバーのみんなの要望を聞いて、それをね、動画にしたりね、いろいろなことをやっていきます。近くに羊毛フェルト教室がないとか、リアルな作品が作れるようになりたいとかね、思ってる人は、普通の教室や講座と違って、一度やめてもね、またいつでもね、気軽に入ることができるので、ぜひね、スキルアップのために活用してください。メンバーになるには、チャンネルのメンバーになるボタンを押してもらえると登録できます。また、表示されていない人については、動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そこから加入してください。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。